ここは日本埼玉県のあるところ、竹林の奥に鎮座する才の根道場では、今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています。帯渚上永大輔登山流尺八師範への道。皆さんこんにちは。フリーアナウンサーの帯渚です。マスター鷹山です。前回の動画で今年の目標を決めました。はい。エトピリカを吹けるようになるのと、中電を目指して頑張りましょうということで。初電でも十分だと思うんですけどね。ちょっと考え直してほしいです。いけるところまで行ってみましょう。実際ね、これから曲のレッスンが始まるので、1曲にどれくらいね時間かかるかっていうのはお忙しいと思うんで、やってみないとわからないところあると思うんで、様子を見ながらではあるんですが、これまでロツレチハという5つの音しかやっていないので、初電にも進むことができません。まずこの5つの音以外の音を出せるように進んでいこうと思います。ということで今日のテーマはこちらにしたいと思います。ドレミファソラシドを極めるべし。尺八でドレミファソラシド出せます。これまでやってきたロツレチハという5つの音はドレミに当てはめるとレファソラドという音なんですけれども、これにミとシ2つ合わせるとドレミファソラシドという音階が演奏できるようになるんですけれども、このドレミファソラシドができるようになると一気にやれる曲のレパートリーは、増えてきます。これは初電の曲とか中電の曲ではないんですけれども、知ってる曲とか吹ける曲が一気に増えていくと思うので、幅が広がりますね。はい、そうですね。まずはこのドレミファソラシドに挑戦したいんですが、おびちゃんはすでに吹けてるんですよね。毎週ラジオでハッピーバースデー、帯ハビで吹いてる、あの中にもミとシの音が出てきていますので、出すことはできるんですが、この動画ではミとシの吹き方っていうのは、解説はしません。何度でも宣伝します。この本の中でドレミファソラシドの吹き方についても説明はしているんですけれども、ハッピーバースデー、一番最初第1回目に吹いてもらいましたけど、実はその時にですね、ミとシの吹き方に若干問題があったんですね。それについてやろうかなと思うんですけども、まずはですね、初回おびちゃんが吹いていたハッピーバースデーどんなだったか、ちょっともう一度確認しようと思います。どうぞ。尺八。尺八。どうですか、見てみてなんか気づきました？いつもの帯ハビで吹いてるハッピーバースデーっていう感じです。そうですね。いつものハッピーバースデーなんですけども、実はいつも問題があったんですよ。これ僕初回から言いたくて早く言ってほしかったです。やっとここまで来ることができました。ずっと秘めてたわけですよね。そうですね。やっとここにたどり着くことができたので、ようやくですね、直していけるというところで、ミとシの音ですね。登山流ではツのメリとハのメリという出し方になるんですけれども、見てるとレとファの間にある音なので、ロとツの間、ツのメリ、ちょっとこう穴を塞ぐんですけれども、その時にさっきの演奏を見てると、ミを吹く時には結構指が手前に来てこう穴を塞いでたり、シを吹く時にはこっちを穴を塞ぐんですけど、上からじゃなくてこう下の方から穴を塞いでいたりとか、指のその置き方がぐじゃぐじゃになっちゃってるんですね。定まってないんですね。初回でね、この尺八の持ち方っていうのをやりましたけれども、せっかくこうやっていい持ち方をしても、この穴の塞ぎ方がぐじゃぐじゃしちゃうと、こう手自体がこう軸がぶれちゃって、手首も動くし指の位置も動いちゃうしっていうことで、持ち方が崩れちゃう。そうすると力が入っちゃうんですね。いいことが生まれてこなくなってしまうので、悪循環ですね。正しい塞ぎ方というのを今回は確認したいなと思います。なんかあれですよね、全部塞ぐんじゃなくて、こう半分開けるとか、そういったことでシャープとかフラットを奏でるんですよね。尺八の場合は
間の音全て出すことができますので、それはここの塞ぎ具合でも変わってくるんですけれども、今やったように動きっていうのはあくまでこういうスライドしていける動き方というのが手の力的にも安定していくんですね。いつでも全部塞ぐ、開けたり塞いだりできるような、そういう指の状態を作っていくことが大事です。ちょっとドレミファで試しに吹いてみようと思うんですけれども、ミを吹くときに指を手前に置いてしまうともう一回塞ぎ直さなきゃいけないとか、そういうことになってしまうので、そうではなく塞いでいるところからめくり上げるようにちょっと吹いてみましょうか。いい感じですね、いい感じです。その指の動きができるといいかなと思います。これが今度ファミレドで下がってみましょうか。下がってくると指の位置が穴よりの真ん中よりも高い位置に来ちゃってましたね。そうすると最初のミはいいんですけど、次全部塞ぎたい時にこう指がこうなっちゃって、手が動く原因になってしまうので、全部塞ぐ時のことを見越して斜めに持っているので、真上からっていうわけではないんですけども、全部塞ぐ時と開ける時とこう行ったり来たりできるような塞ぎ方で、いいですね、いいですね。そんなその指の動かし方がちゃんと身につくといいかなと思います。多分これまでの癖になっちゃってると思うんですよね。こういう動かし方、ちょっと治るまでに時間がかかるかもしれないですけど、意識していきましょう。今度シの方もですね。ドシラソラシドやってみましょうか。そうですね。指の動きは今いい感じでした。下にとかはいかない方がいいですね。そして今指に全神経を集中させたことによって、これまで学んできたこと全部がここに必要になってくるんですけど、まずメモリのセパレートですね。指とは別にちゃんとその息は吹き続けてないといけません。そして2次元と3次元を意識して楽器全体を鳴らすことを意識し続けないと、指をちょっとかざした時に音がすごくかすれやすいんですよ、このメリの音を作る時って。なのでしっかり楽器を鳴らしてあげることでかすれは減っていきます。いいですね。かすれがだいぶなくなりました。指の動き、そのような形を意識して、今日のおさらいの演奏ですね、ハッピーバースデーを今日も吹いてもらおうと思うんですけれども、これまでとはちょっと一味違う2023年版のハッピーバースデーを聴かせていただきたいと思いますので、今日の今日まで楽譜がないとハッピーバースデーが吹けないっていう話を聞いて、楽譜命、もう楽譜なしで絶対吹けると思いますので、ちゃんと尺八を意識して吹く気持ちのためにはすごく大事だと思います。今日は楽譜なしでハッピーバースデー、指も意識してチャレンジしてみましょう。レからですよね。でそのレベルですよ。そうですね。ロツレチのレからですね。お願いします。尺八。いいですね。今日の心得とは違うんですけれども、楽譜を見ないで吹くっていうチャレンジは、私にとってすごく大きな一歩です。楽譜を見ないっていうのは。これからラジオでも毎週楽譜なしでやってください。楽譜に頼らないメンタルも作っていきましょう。そうですね。緊張感ありますもんね。今の演奏は結構そっちにメモリが持ってかれていったので、どうしても副不運指、指でこう同じ音の連続の時に切るっていうのも忘れちゃってたりとか、手の位置は良かったですね。その上でただ身だけちょっとこっちに指が来ちゃう時があったかな、癖が出ちゃってたかなと思うので、もうちょっと自然な塞ぎ方がしていけるといいと思うんですけれど、今回良かったのはすごく指がいつも高く上げる癖もあったんですけれど、今日は自然に穴の近くでなるべくこう意識して吹いてもらえていたので、それがすごく良かったなと思います。指が上がっちゃうと指を動かす時に手首から動いちゃう人多いんですよ。
手首から動いちゃうと手の力自体がまた入っていっちゃうので、できるだけ指先だけでこう処理できるように、はいしていけるといいですね。意識します。はい、これからもハッピーバースデー、はい今度は楽譜なしで頑張ってください。はいはい、ということで今日はここまでにします。おっす。